2022年3月16日から31日までのさそり座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。3月16日から31日までのさそり座さんのリーディングを行います。まずこちらにハープのグレートハピネスというカード。この時はいろいろと幸せを感じることがあると言われてるんですが、その幸せというのも今までの努力が報われる、その努力が認められる、これをしていて楽しいというものに出会える。その楽しいことをすることによって、あなた一人だけが楽しいのではなく、誰かとそれを共有するステージに入っていく。そして共有することによって、それが誰かに認められたり、それがお仕事になっていったり、それがすでにお仕事の場合は、その商売が繁盛していって、あなたが幸せになっていく。こちらにイマジネーションのカードとエンプレスが出ております。元はあなたのイマジネーション。あなたが想像したことが想像だけに終わらずに、形にすることによって、あなた以外の人とそのあなたが思いついたこと、あなたが生み出したいって思ったことを共有していく。このエンプレスのカードではレシピを作っていますが、お料理で言うとレシピのように、あなたが作って美味しいとそこだけで終わるのではなく、あなたがレシピを作って、そしてそれを誰かと共有することによって、その美味しいがあなただけのものではなく、多くの人に伝わっていく。そういうように、この時あなたが思いついたこと、それはあなたがずっとあなたの内側だけに溜めてきたものという可能性もあると思いますが、それを他の人と共有できる形にすることによって、それを受け取った人に評価されて、あなたが幸せになっていく。そしてそれは幸せだけではなく、お金にもなると思うんですが、その生み出すものというのが、お仕事の企画や商品やサービスのように、すぐにお仕事につながる、お金につながるという場合は、すぐに商品化されたりして、ついこの間まであなたの頭の中だけにあった、あなたがただ想像していただけのものが、現実のものになって、そしてそれが売れてお金になるというプロセスがとても早く進んでいく。そして、このエンプレスのお料理もそうですけれども、日常生活の一環で行っていたとか、あとはずっと趣味で行っていたというようなことも、この時共有していくことで、それが将来お仕事になっていったりとか、例えば YouTube などであなたの独創性を生かして何かものを作ったり表現をしている方の場合は、その表現が広告収入になっていく。ですので、ご自身の想像力の豊かさや独創性を生かした表現する場を作るというのもとてもおすすめですし、もともとそういう活動をされていた方にとっては、この時のアイデア、この時生み出すものというのがあなたに幸せと富をもたらしていく。そして今回ジャスティスが出ているということで、そういう自分の想像力の豊かさや独創性を生かす場というのを副業として持つというのがとてもおすすめです。
それはもともとクリエイティブなことを本業にされている方も、その本業のクリエイティブなこと以外のあなたの想像力の豊かさや独創性を発揮する場で別の収入を得る。あと、今まで自分の独創性を活かして、自分の得意なことを活かして、副業にしようと思ってなかなかできなかったという方も、どうやったらそれがお金になるのか、どうしたらそれが評価されるのかという道が見つかっていく。こちらにソードの通ったソードのページが出ております。いっぺんにゴールを見つけるというよりは、試行錯誤が始まっていく感じがするんですが、とても良いスタートを切れる。遠回りせずに試行錯誤ができる。おそらくその試行錯誤の中にとても良い出会いや学びがある。その学びを経て本業と副業のバランスが整っていったりとか、自分の得意なことを最大限発揮できるとても良い場、その表現方法を見つけることができる。どんなにいいアイデアがあっても、どんなに表現力が豊かでも、どんなに役に立つ、どんなに魅力的なアイデアでも、それが必要な人の目に触れないと、それを必要としてくれる人が見つけてくれないと、幸せもやりがいも半減していくと思うんですが、この時はいろいろな条件が揃っていて、あなた自身がどこで誰に何をどういうふうにしてアピールすればよいかというのを直感的に感じ取って、そしてそれを即座に行動に移せる。例えばお仕事でも、ここでこういうふうにこうしなければいけないというふうに、そのお仕事を、そしてあなた自身を型にはめることなく、その時々の雰囲気や対峙する人たちと駆け引きしながら、臨機応変に変化に対応して、最大限の評価を勝ち取っていく。こちらに44番のビクトリーというカードも出ておりまして、このカードデッキ44枚組で44番最後のカード、しかもビクトリーですので、今までの努力や苦労や積み重ねてきたものというのが報われていく勝利の時、それはお仕事でもそういう臨機応変に対応できるというのは今まで経験を積み重ねてきた結果、その結果として勝利を勝ち取る。あとは見てる人は見ているという感じがするので、例えば今まで縁の下の力持ちのような形であまり評価される機会がなかったというような方も、この時は表立って評価される。あと恋愛で言うと、対等な関係。対等な関係を築ける人との出会いがある。もしくはそういう対等な関係の人と縁が深まっていく。あとはこのカードの組み合わせから言うと、この時期紆余曲折を経て、ようやく結婚が決まる。もしくはその逆に、ようやく争い事が終わっていくという感じもするので、長期間続いていた方の場合は、この時でようやく離婚の問題の決着がついて離婚が決まる。その場合はあなたが勝利を収めることになると思います。そしてその離婚以外にも何か揉め事を抱えていた方の場合は、あなたが幸せになる、勝利を収めるような決着の時を迎える。それもあなたがこの時表現をし始めること、生み出していくものというのが、あなたが幸せになるだけではなく、多くの人を幸せにしていくから、その活動にあなたが集中できるように、あなたを悩ませていた問題が決着の時を迎えていく。もしそういう悩ましい問題を抱えていた方の場合は、その悩み事が決着する前に、この表現する活動、生み出す活動というのを始めてみてください。これが決着しないと何も始められないと思わないで、とにかく表現してみる、生み出してみる。そうすると、とても良いエネルギーの循環に入っていくと思います。そしてこちらにピーコックのカードを、とても幸せで、表現力豊かで活動的な時ですので、とても目立つ存在になっていく。あなたの幸せや充実感というのが自然と周りの人にあなたの外見、主に容姿を通して伝わっていく。それで今回は目立ちすぎに注意、嫉妬や反感を買いすぎないように注意というよりも、
このあなたの外見に現れてくる自信や美しさというのも、この時あなたが行う表現の一つ。例えば、副業で顔を出さずに匿名で何かしらの活動をしていたという方も、この時その活動が注目を浴びることによって、あなたがこういう活動をしているということが、ご家族や会社の人などにバレていってしまう。でもそうなっても、それを隠し続けることなく、ごまかし続けることなく、それをきっかけにより表立って、より積極的にあなた自身をアピールして、その活動に注力していくとか、これは一例ですけれども、よりあなた自身を、あなたの想像力や独創性だけではなく、あなたの外見も含めた様々なあなたの魅力を表に出して、この活動を行っていくきっかけになる出来事がある。一点注意するとすれば、この勝利に酔いしれすぎない。この長年の悩みから解放されるような勝利というのは、あなたが酔いしれるためではなく、あなたが表現する、生み出す道に注力するために、この時勝利して終わる。今のあなたを最大限に活かせる道が開かれていく時ですので、この時思いついたことをあなたにしかできない形で表現して、世の中と誰かと共有していただいて、自分を幸せにする道を自ら切り開いていただきたいなと思いました。それでは3月16日から31日までのさそり座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。